とヨガって生き方そのものだから、人生って歩くことなんですよ。ちょっと待って、80歳です。生涯の宝物にしてもらうと一番いいぐらい。こんにちは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 。ということでありがとうございます。ありがとうございます。はい。いや、またとんでもない方が気さくに出ていただいちゃって本当に申し訳ないなっていう。そんな本当ですか。ありがとうございます。お越しいただきまして。声かけていただいてありがとうございます。本当です。ヨガやっててこの人のことを知らなかったらもうモグリと言っていいぐらいのビッグネーム成瀬正治先生です。悪名高きかもしれないけど。このヨガで、もうかなり本出されてて、かなりしかもさまざまな体験をされてるわけじゃないですか。でもう聞きたいことがたくさんあるんですけれども、まずは最新の取り組みからちょっとお伺いしたいなと思いまして、この1年2、3年速歩というのを、速歩という、その言葉自体は僕が提唱したんですけど、もともとあるのがあるんですね、言葉はね。そうです。なるべく皆さん歩きましょうっていうのがまずベースにあって、で歩くんならば普通にだらだら歩くよりは少し早く歩くことによって健康法としてとてもいいですよということで、それをこう皆さんに広めたいなというふうな考えがあって、その活動をこの1年2、3年始めてるんですよ。なんかヨガと歩くのはあんま関係ないような気もちょっとしちゃうんですけど、そこは今までの修行のある意味集大成というか何らかの関連があるものですか。ヨガをどう捉えるかによって違うんですよ。広く捉えるとヨガって生き方そのものだから、生まれてから死ぬまで生きてること自体がもうヨガだから、その意味では何かのポーズをやるからヨガだっていうのだけではないわけですよ。そうすると生きるっていうことは基本的には歩って生きてるんですよ。歩くことによって誰かと会うし、歩くことによって仕事場に行くし、歩くことによって例えばうちの中でも料理したりトイレ行ったりするわけです。そうすると生活っていうのは歩くことで成り立ってるんですよね。確かに、料理する時とかでも冷蔵庫とキッチン行ったり来たり歩きますからね。だから歩くって実は一番基本中の基本なんですよ。だから人生を歩むっていうけども、まさに人生って歩くことなんですよ。確かに歩むっていう、人生を歩む。だから生まれてから生まれた時は歩ってないですけども、やっぱ生えは立てば歩めのところで、やっぱり歩くことになっていって、それが死ぬまで、可能ならば年いってから可能ならば天寿を全うするまで歩ってた方がいいわけですよ。歩けてた方が。特に年いってからは、歩けなくなるとガタッと生命力落ちるんですよ。これもどなたでもご家族とかね、で経験してると思うんですけど、やっぱり寝たきりになっちゃうとそこからもう生命力がガタッと落ちるわけですよね。でその生命力を落とさないためにはやっぱ歩けるってすごい重要なんですよ。響く結構ね、もうこういう年になってくると、周りにそういう人ゴロゴロ出てくるからね。一つはね、情報量が減っちゃうから、認知症なんかもそうですけど、歩かないからいろんなとこ行かなくて、歩かないといろんなとこ行けないんで、情報量が減るんですよね。でそうすると部屋の中だけのことしかなくなっていっちゃうんで、どんどんその頭の回転も悪くなるし、もちろん動かなくなるから筋肉的な問題もだし、内臓も弱くなるし、いろんなことが起きてくるんですね。それなんか今、成瀬先生はおいくつですか？1月25日の誕生日で80歳です。見てこのかくしゃくとした姿勢、かくしゃくはしてないけど例えばその喜寿とかいろいろあるじゃないですか。実は80歳って30なんですよ。30？傘に寿って書いて、傘って80なんですね、略字が。なので30って言うんですけど、伸ばせば30だから30じゃねえかって30若い。無理30じゃああと2ヶ月で30になれるってことで
その速歩ってのはその普通の歩き方とどう違うんですか？まあ僕ヒマラヤでいろいろ修行してて、もうしっかり歩けることがないと命を落とす可能性があるんですよね。まあ舗装されてない道ですよね。まあそれだし崖のとこもだし、氷河の上も歩くんで、しっかり歩けないと氷河のクレバスに落ちたりとか、崖登ってても崖から落ちたりとか、いろいろなことが起きる可能性があるので、歩くってとっても大切だなってまずヒマラヤで修行してて分かったわけですね。で歩き方もヒマラヤで修行してる間にいろいろ自分で工夫して、身につけていったわけですね。でそうすると皆さんに例えばいい歩き方をしてくださいっていうのを教えるときには、今ね3つ一応そういうコツっていうんですか、原則があって、一つは今スマホでね、スマホのながら歩きというか、歩ってる人見てると大体こうやってる人が多いじゃないですか。あれ実は非常に危ないんですよね。雲が飛んでる。雲自由でいいよね。そうですね。スマホ見ながら歩ってると危ないわけですよやっぱり。で今車なんかもスマホでこうやってたら罰金取られますよね。だから基本的には歩くときには本当はしっかり前を見て歩いた方がいいんですよ。スマホ見てないにしても皆さんは大抵どこを歩ってんでもなんとなく前方見てるだけなんですね。でも本当はやっぱり自分がこう行く場所、あそこへ行くならあそこ、角まで行くなら角っていうところまでしっかり目線を合わせて、そこに向かって意識をしっかり持ってって歩いた方がいいんですね。この体の使い方もと同時にそういう意識のコントロールが。意識が大きいですね。意識が大きいんですか？でそれが一つがあって、でもう一つはこれはもともとチベットの、ルンゴムっていう空中歩行という行者さんがあるんですね。その話がね。でこれは1日に160キロ先まで行くんですよ。チベットの。1日ですか？1日で。160キロってマラソンの4倍の距離です。そうですよね。そうすると通常じゃちょっと考えられないじゃないですか。マラソンやる人でもそれ4回今日やるのって言われたらおそらくおいおいっていう話になっちゃいますよね。車でも疲れる距離ですよね。でそれをチベットの行者さんは可能にしてたんですね。でそれは要するにいろんなテクニックがあって、一つは今言ったように目的のところに自分の意識を持っていってそこに向かってこう吸い寄せられるようにいくんですね。それともう一つは上半身の力を抜くんですよ。で実は走ったり歩ったりでもこういうふうにやるとこれどうしてもこうなっちゃうんだけど、これって実はエネルギー使ってるんですよ。カロリー消費しちゃってる。そうですね。これが例えばこういうふうにやらないでこうやってたら使わないじゃないですか。使わないですね。そうするとそのエネルギーを歩く方に回すと長距離の歩きでもしっかりできる。無駄なエネルギーを使わないんですね。なので上半身の力を抜くっていうのを僕は2つ目の原則にしていて、で上半身の力を抜いて歩くと僕の速歩の写真とかいろいろ動画とか出てるんですけど、こういう歩き方じゃなくて手がだらんとしたまま歩ってるんですね。でそれが身につくと長距離歩っても無駄なエネルギーを使わないで歩けると。で2つ目ですね。でもう一つは歩幅の問題なんですよ。歩幅、ストライドって、足の幅って要するに足の幅が狭いのと広いのでは広い方が速く歩けるわけですよ。速く遠くまで行ける。例えば1歩2歩3歩4歩5歩って歩った時にこのぐらいだったら1歩2歩3歩4歩5歩なんだけど、このぐらいだったら結局1歩2歩3歩4歩5歩になるじゃないですか。大きくなりますね。だから同じテンポで歩ったとしたら歩幅の広い人の方が早く遠くへ行けるわけですね。でそれを考えた時に足を長くしちゃえば一番いいんだけど、それはなかなか大変なんですよ実は。もうやる方法があればぜひやりたいんで。ありますよ。あるんですか？ありますよ。足が長くなるんですか？ありますよ。僕は進めないし僕もやらないけど600万ぐらいかかるんじゃないかな。手術でやるやつ。そうそれはちょっとごめんこぶりたいですね。あれは僕も進めないしやりたくないですけど、それは置いといて結局歩幅を広げるっていうのは重心を落とすんですよ。
あ、こう無理にこうストレッチするんじゃなくて重心を落としていくっていうこと。そう今やった通りに重心を落とすと広く足広げられるじゃないですか。まあそうですね、どうしてもこう広くなりますよね。そうするとその重心を落として歩幅のいらっしゃい。トンボにまでしかね。トンボですね。トンボはねよく僕会話するんですよ、トンボとは。だから僕が喋ってるとトンボがよく来たり。シャツがトンボっぽい。なるほど。で話戻すと重心下げると歩幅が広くなるんで、その広い歩幅でずっと歩けるとより遠くへ早く行けるんですね。でその3つを少しずつ身につけていくと、普段の生活でも要するに同じところへコンビニに行くんでもいつもより早く行けるようになる。そうすると駅行くんでもいつもより早く行ける。そうすると行動力が出るんですよね。そうすると普段の生活でも今までよりはダラダラした生活じゃなくなっていく。でなおかつ時間の使い方もうまくなる。なるほど。心理的に作用しそうですよね。そうですね。だからもう文字通り腰が軽いっていうか、そういう状態になるってことですね。気持ち的にも。なのでどういう人でもちょっとその3つのコツを覚えて、普段の生活の中でも街中歩いてる時にもちょっとそれをやると、それだけでも全然生活が変わってくるんですね。意識をちゃんと定めるというのが1つ目で、2つ目が上半身のリラックス、力を抜いて、あとは重心を下げる。でそれ練習はちょっといりますけど、もちろんね。でもどなたでもそれちょっと心がけて普段生活していれば、歩くって一日中もう常にっていうかもういつでもやるじゃないですか。ちょっと買い物に行く、駅まで行くって必ず歩くじゃないですか。そういう時にちょっとそれを使ってこうやるとだんだん身につくわけですよね。どこでもトレーニング。なるほど。そう。もうすべてのこうありとあらゆる歩きが練習になるんですね。そう。ちょっと実際にどういうふうにやるのかというのを、拝見してもよろしいですか。もちろん。最初ね、一緒にちょっと歩って、それから同じテンポで歩ってても僕の方がちょっと速くなっていくっていうのをちょっとやりましょう。わかりました。まず普通に歩くところからちょっと速く歩くようにしてみてください。まず、任せます。こんな感じですね。そうですね。これ今普通ですよね。普通です。これ普通に歩くの。ちょっとだけ速く歩っていく。もうちょっと速く。もうちょっと早く。早い。これ今重心下げたんです。重心下げただけなんですね。だから普通に歩ってて重心を下げると歩幅がいきなり広くなるんです。だから同じテンポで歩ってんだけど結局僕のがずっと先行っちゃうじゃないですか。それはこうやって同じに歩ってんだけど結局歩幅が広くなるんで、その分ギューッと。重心を落とすと結構武道の練習とかで腰を落としたりすると足が疲れるみたいな印象がありますけど、その辺は大丈夫なんですか。力の使い方がうまいんで抜け方っていうかね、力ってね入れるよりは抜く方が難しいんですよ。で力を抜くのが実は私のやってる専門っていうかヨガだと、何を勉強するかっていうと力の抜き方を勉強するんですね。そうなんですか。そうすると例えばねパンチをこうやって打っても今力入れてってやっても全然効かないんですよ。だけど抜いているところからってやると強いんですよね。鋭い。とっても鋭い。だけど力が入ってたらいくらやってもこうしかならないじゃないですか。のそっとした感じになるんです。これは力にならないですよ。歩いたり普段の生活したりも同じで、抜ければ抜けるほどそのパワーが出るんですね。じゃあその側歩をやることによって下半身のこの力の抜き方もだんだんもちろん身についてくる。で力抜けた状態で歩けるから、無駄なエネルギー使わないんですよ。でいきなりものすごい深くしなくてもちょっとずつ深くしていくみたいな。今歩ってるとこからほんのちょっと重心下げてあそこまでちょっとじゃあ行ってください。お願いします。じゃあ行きます。自分でちょっと重心下げて歩く。そうですね。そう今下がりましたよね。下がりました。下がりましたね。早い。下がり方が僕のがちょっとまた下げたんです。そうですね。その分速くなるんですね。同じこの下げ方でこういっても、片方がこれだけ下げると全然こうなっていくわけですよ。しれっとやってるように見えるんだけど、結構これ膝とかの使い方難しいよ。そうだと思う。膝、股関節、足首、その3箇所もかなり使いますね。上手に使うっていうか。そのためのウォームアップとかそういうのは？いや、普段ヨガやってるから。そっか。柔らかいんだ。
例えばこういうふうにしても、はい、もう股割りみたいな、こういうのよくやりますよね。やっぱこの辺とかの柔らかさが大事っていう。そうですね。これはもう本当ストレッチ的な感じで瞑想的なヨガじゃなくてストレッチっていう感じで大丈夫なんですか？でもいいし、やってる時に自分の体の状態を観察すると、すでにヨガになっちゃうんですね。だから準備運動でもストレッチでも、例えばこんなことやっても、この時に自分の体の状態、今右の股関節がどうなってるとか、左膝がどうなってるとかっていうのを観察しながらやれると、そうするとその中で無駄な動きとか無駄な力の使い方を見つけることができるんですね。で見つけるとその無駄を省くことができるんですよ。見つけなきゃダメなんですよ。見つけるってことなんですね。そう。それには自分の動きとか体を観察するんですね。観察をする。今どうなってるんだろうなっていう。で何か念じるっていうよりもとにかく自分の体を観察し続けるっていうことが。そう。ちょっともしよかったら変な動きですね。そう気持ちいいですよ。気持ちいい。全速力ってどんくらいになるんですか？全速力。速歩。歩きのね、速歩の。やってみますか？はい。お願いします。ちょっとこれ。これでも歩ってるんですね。歩いてますね。おい、俺のジョグぐらいのスピードに。歩きですよね、これもね。そうですね。これで競歩の選手とか役に立つんじゃないですか？立つと思いますが、競歩はまたね大変なんですよ、そのルールがね。そうなんですか？かかとがどうのとかあります？膝曲げちゃいけないっていう。膝曲げちゃいけない。じゃあ重心下げられないですね。そう。競歩の選手ね、それさえなければ勝てそうなのに残念。また競技が。でそれで別に競技を作られたんですね。そう。例えばね、マラソンが今ね世界中に流行ってるじゃないですか。これは誰でもできるからですよ。だってマラソンって本当に人口多いじゃないですか。ルール的にはほぼ違反ってないんですよ、マラソンには。そうなんですか？歩っても大丈夫なんですよ。確かに。じゃあむしろ競技的にはマラソンの方がちょっと親和性っていうか。そう、マラソンはもうほぼほぼルールなしですね。ゴールがあってそこまで行けばいい。自分の足で。そう。別にサイドステップでもいいわけですからね。全然 OK ですね。なので、結局世界中に人口多いんですよ、マラソン人口って。そうか、競歩人口がいまいち増えないっていうのは競歩微妙に難しい。だって早く歩くっていうこと自体は悪いことじゃないので、例えば日本全国の人、世界中の人がやってもいいはずなのに、競歩の場合は地面に床をついたところからこう正面に来るところまでは膝を曲げちゃいけないんですよ。でこういうふうに歩かなきゃいけないわけですよ、こういうふうに。そうするとなんかこういう変な歩きになっちゃう。競歩やってる人には本当かわいそうとか申し訳ないんだけど、ルールさえなければいいのになって思います。でももう、オリンピック競技だし、そのルールを変えるのは難しいというふうに思ったので、そのルールなしで走らなければいいよっていうだけのルールにして、速歩っていうのを作ったんです。その方が、間口としては広がりますよね。競歩用の競技に特化した歩き方を身につけなくても、誰でも歩くっていうので参加できる。走らなければいいっていうだけでね、走っちゃうとまたもうマラソンとかと一緒になっちゃうんで、陸上競技になっちゃうんで、それだと意味がなくなるんで、歩くっていうことなので、走らなければ。走るっていうのは両方の足が地面から浮いちゃうと走りになるんです。こういう両方が浮いてる瞬間がある。それが走りになるんですね。なので速歩の場合は必ず片足は地面についてる、でやればOK だよっていうことですね。もう指一本でもついてればいいって感じですか？そうですね、基本的にはね。でそれで広めようと思った時に、なんかね、マラソンだと例えば東京マラソンがあるって、行きたいとかね、
ホノルルマラソン行きたいとかってあるじゃないですか、そうすると皆さんそれに向かって練習するんですよね、でそういうものがあった方がやっぱり励みになるじゃないですか、モチベーション、やる時にモチベーションになりますね。でそれで考えたのが速歩っていうのは競技にしようと思って、で競技にする時にトラック競技を考えたんですね、マラソンとかあとは競歩はロード競技って街中をずっと行くじゃないですか、あれを例えば僕が主催してやろうと思ってもとても難しいわけですよ。そうですね、交通ね、通行規制でとんでもなく大変なわけですよ。でそれは現実味がないので、トラック競技にすれば陸上競技場さえ借りられればそこでできる、でそれでやろうと思って、それでいろんな人に声かけて、でたまたまその大井の陸上競技場が借りられたので、でそこでやろうっつって第1回2回3回4回これまで4回やって、もう4回、今度5回目が12月にあるんですね。12月何日でしたっけ？6日にやりますけど、12月6日、それはもう誰でもエントリー可能なんですか？できます、誰でも、特にその成瀬先生のところで学んでないっていう方でも OK ですね。オープンなんですね。オープンですね。その種目はどんな感じなんですか？種目もね、最初僕いろいろ考えて陸上競技を参考にはしたんですけど、一応100メートルは絶対いるなと思って、短距離の花ですからね。あとトラックって400メートルなんで、100メートルプラス400メートルね、トラック一周だから分かりやすいじゃないですか、は絶対必要だなと思って、あとはそのもうちょっと長いのでいうとトラックを4周すると1600になるんですよ、1600メートルもトラック4周だからいいなと、でその先は10周で4000メートル。4000、結構長くなってきますね。それで一番長いのが1万メートル。1万、これは陸上競技でもそうですけどね、1万メートルってかなり長いんで、速歩の場合でも長い距離ある程度、それこそ160キロ先行くルンゴムじゃないですけども、長い距離安定してこう歩けた方がいいので、その意味で最長10キロ1万メートルで5種目考えたんですね。これ陸上競技やってる方とか、今見てらっしゃったらちょっとあれと思う言葉なんですけど、陸上競技って僕ちょっとこうハテナマークがつくのは、陸上競技って1500メートル3000メートルってあるんですよ。800メートルの上が1500メートルで、その上が3000メートルなんですね。で僕は何しろうちの素人スタッフを集めて競技大会をやるので、例えばね1500メートルっていうとトラックでいうとね半端になっちゃうんですよ、100メートル足りないんですよ、1600メートルが、そうするとスタートがここだとして100メートル手前がゴールになるわけですよ、これってすごい面倒くさいんですよ、スタッフ移動したりね、そうすごい面倒くさいんですよ、計測するのに、それだったらやっぱり1600にしちゃえば非常に分かりやすい、合理的で3000メートルも同じなんですよ、3000メートルも結局回っていくとスタート地点の逆方向がゴールになっちゃうんで、これも大変なんですよ、それだったら4000メートルにすればぴったりいくからと思って、非常に単純な素人考えなんだけど、でも合理性はそっちの方があるような気がするんですよね。分かりやすいですね。長距離のもそのコース取りとかの別にやっていいんですよね。インコース取り合ったりとか。それはね陸上競技と一緒なんで、長距離の場合はスタートの位置が違って、そこからでこう合流してくる。それで大会をやったことによって、よし出ようって人が頑張って練習するし、でそれがもう今度5回目なんで、もう何回も出てる人もいらっしゃるんでね、そこ生活のリズムの中に、よし大会までにこうやって頑張ろうとかいろいろ出てくるんですよ。年齢層としてはどの年齢バラバラですか？一応でもね、私の方では16歳以上というふうに一応は規定してるんですけど、上はないんですよ。上はない。何歳でも100歳オーバーでも全然オーバー OK。前回まで出てる方の中では70代の方いらっしゃいますからね。もう一緒にやりますからね。もうみんな一緒になって歩くんですね。そう。それ楽しそうですね。短距離と長距離ってちょっと意味が違ってきますよね。ちょっと違うね。走り方もちょっともう歩き方自体がね若干違いますよね。
じゃあそのエントリーフォームとかその大会の情報を概要欄の方に貼っておきますんでね、はい、ぜひ興味のある方、それ観戦も可能なんですか？見るだけ？もちろん。当日12月の6日当日来ていただければ見られるんで、冷やかし OK で。冷やかしはしないよ。いいですよね。応援はもういくらでもいいので、来てもらえればもうバッチリですのでね。そこにはもう成瀬先生もいらっしゃる。もちろん。じゃあそこに行けば成瀬先生にも会えるし、そのどんなものかも分かるし、なんなら出てもいいわけですよね。ぜひ皆さん行ってみてください。やっぱ歩くと健康になるって大事ですからね。もう一番重要じゃないですかね。静脈とかリンパ液って歩かないと循環しないから。もう歩くこと自体は本当に生涯の宝物にしてもらうと一番いいぐらいのものでね。歩くっていうのはね。よし、人生の宝物ゲットだぜ。ということで、じゃあありがとうございました。どうもでした。ありがとうございました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。